さんこんにちは、犬です。今回は引き技を打たせないディフェンス。引き技を打たれて悔しい思いをした経験はありませんか？僕はね、忘れられないというか、当時よりも今の方が悔やまれる、そんな試合があります。僕は小学生の頃、神奈川県で育ちました。中学生になって親の仕事の都合で他の県に引っ越したんですけど、その引っ越した先の県で勝ち上がって個人戦で次の大会に進みました。それを聞いた小学校6年生の頃の担任の先生がわざわざ会場まで見に来てくださったんですよ。なのに1回戦で負けてしまいましてね。せっかく遠くから来てくれたのにごめんって感じでしたよ。かっこいいところ見せれなかった自分も嫌でしたけどね。その相手は別の県の子でしたけど、知ってはいました。いろんな大会や練習試合などで顔も名前も知っている相手でした。でもなんで警戒しなかったんだ、あんな引き技うまいのに。それは引き技の技術に関して今ほど関心がなかったからですね。関心がないことにすら気づいていなかった。近くに引き技について話している仲間いたんですよ。でもその時、いいじゃん、何それ、どうやってやんのっていけなかったんですよね。なんだかそれなりに勝ってたから気にも留めなかったんですよね。何にも分かっていないくせに今のままでいいと思っちゃってた。使える技はいくつかありましたよ。でもそういうことじゃなくて足りなかったんです。知っておかなきゃいけないことが。実際試合は延長まで行き、引き面を取られて終わってしまいました。でも1本にならないだけで何発も当てられていたんですよね。当時は軽いし1本にならないだろうと審判でもないのに勝手に決めつけて試合をしていました。でもそうじゃなかったんですね。今思えば相手の技術からすれば打ち放題だったんでしょうね。いろんな相手と戦ってきたし、それなりに高いレベルでやっていたと思うんですけど、抜けてたんだよ、そこが。あの時の自分に引き技の面白さや恐ろしさを勉強させてあげていたら、また結果は違っていたんじゃないかなと思います。僕のチャンネルを見てくださっている方やその周りの方々がこのような悔しい思いをしないように、その後僕がたくさん苦労して身につけた磨いた技術をたくさんお伝えしたいと思います。打たれない技術は打つことと同じぐらい重要です。お役に立てる部分があれば嬉しいです。ということでですね、今回の動画は引き技シリーズ �4 引き技を打たせない方法です。今回のポイント、打たせないための考え方、打たせない技術を使えるようにするために必要な材料9つ。シールド1、足で間合いを潰すの使い方とポイント。シールド2、足で間合いを潰すプラス手しないで打たせないの使い方とポイント。練習方法3つ。ルールを踏まえた立ち回り方。つばぜり合いを切る、解消するタイミング、切るところ要注意。打たせないための考え方。シールド1、2、3、4の考え方。打たせないための重要なポイント。結論から言います。相手が打てる間合いにさせない。打ってきたものを避けるというより打たせない。これをできるだけ意識したいのです。はい、今回は分かりやすくするために4つの段階に分けて、考えてみたいと思います。守る技術をそれぞれシールド1、シールド2、シールド3、シールド4ということで、シールド縦に例えて、考えてみたいと思います。まず、なぜこの子がこんなに穏やかな顔をして楽しそうにしているか、ね、相手の攻撃が来てるのにっていうと、シールドが4つあって安心安全を感じているからですね。これがもしシールドが2つしかなかったら、もうこんな顔ですよ。心もとない。シールド1っていうのは相手の引き技に対して足で守る技術です。そもそも引き技を打つことができない間合いにしてしまうこと、相手が引き技を打てない状態に足で持っていくっていうことです。シールド2、これはその足プラス
手でもしっかり避けていく、足と手で守っていく非常に手厚い守りになります。シールド3、これは足が使えない状況で手だけでなんとか避けるっていう方法。シールド4、これはもう手のガードも間に合わなくて体でこうなんとか避けるっていうような状況です。もともと引き技が得意だとか、僕の動画を見て実践してくださってる方はそろそろお気づきかと思うんですけど、実はシールドの3と4しか使えない人がとっても多いです。この絵で言うと攻撃がシールド1、2があればこんなに遠くで止まるのに、常に攻撃が体の近くまで来てしまう状態ですね。なのでピンチになるのが早いというかね、打たせないための順番はこうです。まずは足を使ってそもそも引き技を発動させない、打てない状況を作る、打ちにくくさせる。それでもダメだった場合にその足プラス手もしっかり使ってしっかりガードしていくのがシールド2。相手に崩されてもう手しか使えない、足が動かせない、こういう時に使うのが3。もうそれもダメ、手も間に合わない、足も動かせない、もう最後の手段で避けるのがシールド4。こういう順番です。だからできる限り前の方から使っていくのが安全なんです。この順番を知らずにピンチでもないのに初めっからシールド3とかシールド4を使う人がとっても多いです。シールド3、4、これは緊急回避です。緊急の時に使うもの。剣道っていっぺんに全部避ける、全部の箇所を避けるっていうことはできないので、相手がミスをしなければもうこれをやった時点で打たれてしまうんです。だから相手の失敗を願って頼むって使うのが3、4なんですね、本当は。だからシールド3とか4を使わなきゃいけない状況にされた時点で本当は負けなんです。それに対してシールド1にはそもそも引き技を発動させない、引き技を打とうとしたんだけど打てない、そういう状況を作るものなので安全性が非常に高いです。高性能なんです、シールド3、4と比べるとね。だからシールド1、2を装備して技術を身につけておかないと防御力は低いままになってしまいます。例えば引き技の上手な方からするとシールド3、4しか使えない人と試合をした場合、時間をかけずに狙いを定め、時間内にほぼ必ず打つことができてしまいますといった具合です。中学生の頃の僕のように。そして実力のある方たちはお互いがシールド1までの技術を持った中で戦っており、先にミスをした方が負けます。こういう戦いにおいては集中力が勝負を分けることになります。あるいは実践編の動画の後半部分で少し紹介させていただきましたが、シールド1や2をこじ開ける技術を持っていたり、あえて打たせて起こり花を狙うなどの別の打つ技術に切り替えたり研究したりしています。怖いですね。よく集中しろよとか、お前は集中力がねえなとかって言われてどうすればいいんだろうと思ってしまう方もいるかと思います。でもシールド1や2を持たない人がいくら集中しても引き技に関心を持って取り組んでいる人から3分とか4分とか逃げ切ることは不可能です。だから集中とかそういう問題じゃないんです。まずは今回の内容からシールド1、2を知って使えるように磨いていきましょう。今回はシールド1、2の段階でそれぞれ打たせないようにするためのポイントを紹介してみたいと思います。シールド1、2を
使えるようにするために必要な材料9つ。重心、両足にバランスよく5対5ぐらい。両足かかとはつけないです。かかとが高すぎても安定感がないのでダメです。膝、軽く曲げておく。伸びきっていると必要な瞬間に動けないのと、崩された時に衝撃を吸収できません。足幅、広め、縦も横も。遠くに飛ぶ必要はないので狭くしておく意味があんまりありません。安定感を優先させましょう。全方向の足さばき、一歩目を出せるかどうかが大事です。でも一歩出して良かったと安心できるようなこともありません。いつでもどの方向にも動かせるようになっておきましょう。上半身の力の入れ具合、がっちり押し込んで圧をかけ続けて引き技を打たせないという拳風の方ならそれもいいと思います。僕の場合はそれだと疲れちゃって1試合持たないし、2試合目3試合目とバテて頑張れなくなっちゃいます。上半身はあまり力を入れすぎない方が僕はいいと思っています。全く力が入っていないのも良くないんですが、自分が引き技を打つことや崩された時の対応のしやすさを考えるとこれがいいです。目線、僕は相手の突きだれを見ていることが多いです。なんとなく見ているだけで注目はしてません。注目しちゃうとそこしか見えないので、ぼんやりと広く見ているような感じです。変化を感じたらすぐ動けるようにしています。竹刀の位置、正しいつばぜり合いって時々耳にしますが、基本はその感じです。相手の竹刀より自分の竹刀の方が自分の体の中心に近いところにあるようにしておきましょう。相手の竹刀と自分の体を線でつないだ時、この間に自分の竹刀があるようにしておきます。こういう円、自分の竹刀が必ず内側にあるっていう。右手の使い方、今僕は特に右手という意識はないのですが、初めは右手を意識した方が分かりやすいと思います。実際には竹刀で押さえ込むような動きをするんですが、右手で押さえ込むような意識でやるとうまくいくと思います。体を寄せる意識と瞬間の判断、打ってきたものをどう避けようではなく、理想は引き技を発動させないことです。竹刀の打突部に当てられないような間合いを保つことを心がけます。このことが何よりも第一優先です。何をされてもここだけ守れれば相手は有効打突を打つことができません。瞬間瞬間に間合いを詰めるべきなのか、抑え込むべきなのか、ガードすべきなのか、間合いを切るべきなのか、判断できるよう何度も意識して体験して体が覚えるまで練習しましょう。ではこれらの材料を使って実際の動きを見ていきましょう。シールド1、足で間合いを潰す。中間間から素早く入る。引き技を打とうとする相手に距離を詰めて打たせない。こうやって使います。シールド1は基本的には足です。中途半端な間合いを作らないことを意識します。こういった中間まで勝負するという方法もあるんですが、今は打たせないようにというところにポイントを置いていますので、そのつもりで聞いていただければと思います。攻撃は最大の防御だろうとかも、まあそうなんですけどね。今はなしでお願いします。先ほども言いましたが、理想は引き技を発動させないことです。竹刀の打突部、物打ちの部分に当てられないような間合いを保つことを心がけます。自分の足が相手の足の近くにある状態を保つのがポイントです。上半身だけ相手に近づいても距離ができてやられてしまいます。お腹とお腹が離れないようにするとか、
拳と拳が離されないようにするとか、打ってきそうな気配があったら相手の足の間に足を入れるとか、自分がしっくりくるイメージを持つことも大切です。僕は相手に近い方の自分の足が相手の足から離れないようにを心がけています。後ろの足で体を押すというよりは、相手に近い足を出して追いかけるイメージです。結局シールド2の技術の方が多く使われるし、それで賄える部分も多いんですが、意識としてこの足で打たせないようにするというところは知っておくべきだと思います。シールド1にこだわりすぎて無理して手を使わないと決めてしまう必要はないんですが、崩れずに足だけで相手を封じ、シールド2を残しておけるならその方がこちらから仕掛けやすいし、即座に次の攻めや崩しが来ても対応できます。シールド2、足で間合いを潰す、手しないで打たせない。実際はこちらの方が多く使います。基本的なパターンを見ていきましょう。1、振り上げられた場合、足は先ほどと同じです。これによって間合いを潰します。手しないは面をしっかりガードします。振り上げた形はこちらが使う分には便利ですが、使われると厄介です。左右の面をかなり広い角度から狙えるので、それを守れるようにがっちりガードしてください。うまくできれば引き胴も距離が詰まっていて打てません。引き後手はもっと打てません。それとどの動きもそうなのですが、追撃が来る場合が常にあるので、目は常に相手をよーく見ておいてください。これも気を抜かないということです。2、表から打とうとしてきた場合、足、察知できた瞬間に足を前に出し距離を潰します。手、相手の右肩、竹刀と顔の間に右手を突っ込みます。相手の右肩を竹刀で押さえるでもいいです。相手が腕を上げられない、回せない、うまく打てない、残心が取れないなど、こうなるように邪魔することで防ぎます。注意点、相手の右肩を押さえているんだけど、相手の竹刀が裏にあり自由に動かせてしまう。間違ったらさっきの自分の外側にあるというんですけど、入ってると手だけで足が動いていない。これは意味がありません。3、裏から打とうとしてきた場合、足は同じですね。体を寄せて間合いを潰します。手、今度は逆です。相手の左肩、竹刀と顔の間、ここに右手を突っ込みます。相手の右肩を竹刀で押さえるでもいいです。相手が腕を上げられない、うまく打てない、残心が取れないなど、こうなるように邪魔をすることで防ぎます。注意点、相手の左肩を押さえてるんだけど、相手の竹刀が表にあり自由に動かせてしまう。さっきと同じで、これは意味がありません。2、相手は打てなかった時、竹刀を回して引き面を狙ってくる場合があります。先ほど説明した通り、一度防ぐことができたからといって気を抜かず、よーく見ておいて変化に気づけるようにしましょう。ここで打たれてももちろんダメですし、置いていかれて慌てて手だけで避けても、上手な相手はここから胴や小手が狙えます。シールド3じゃ負けるんです。
シールド2で対応しましょう。3、コンパクトに引き戸を打ってきた場合、当てられはしますが手元が上がっていないので1本になることはほぼありません。ですが稀に強烈な打突力でとんでもない打突音が鳴り、斬新もいいと上がってしまうことがあります。これが嫌な人はしっかりと避けるか、合わせて引き面を打てるようにしておきましょう。応用編、首刈りなど体を大きく崩された場合、上半身を固めすぎないのは自分が技を出したり相手を崩したりしやすいだけでなく、こういう時の防御にも役立ちます。崩される瞬間に上半身はしなやかに食らっていいです。というか衝撃を吸収します。そうすることで足を相手に近づけやすくなります。無理に耐えようと前傾すると体がくの字になって足を前に出せなくなります。距離を作らせない。何度も言っておりますが、一番大事なのは足です。こうして上半身で衝撃を吸収しつつ、足は相手の近くにちゃっかり近づけます。少し大変ですが、これで距離はクリアです。とは言っても結構崩されてるんで、足だけでは防ぎきれません。手、竹刀も使い、シールド2で打たせないようにしましょう。手の使い方はさっきと同じ。相手の竹刀と顔の間に右手竹刀を突っ込む。ですが、体は相手から離されるような形で崩されていつつ、これをやるような形になります。なのでこういう場合はできれば手元を封じに行きましょう。今度はここじゃなくてここに打てない。ここだと打ってくれる。この形になると急に複雑になったように感じられるかもしれませんが、基本的な考えは変わりません。足で間合いを詰めて打たせない、打ちにくくする、間合いを切った方がいい場面では素早く離れる、とにかく足、これを第一優先で考える。足りなければ手、竹刀も使う。足を封じられたら最大限手、竹刀で何とかする。それも間に合わなければ体を使って避ける。この考え方は変わりません。基本的にはこれでほとんどカバーできると思います。動きのイメージができたところで実際に練習してみましょう。練習方法をご紹介します。ステップ1、竹刀を持たない。この練習の意識することは、距離を作らせない足。秒数はその時その時に応じて自分たちで決めるといいと思います。竹刀を持たずに相手との距離を空けさせないことだけを意識した練習をしましょう。元立ちの人が前後左右に揺さぶって工夫してあげてください。その方が練習になるし、元立ちの人も自分が打つ時のための練習にもなります。動いてから詰めようとすると間に合いません。もう間合いができてしまっているので。仮に打たれなかったとしてもいつかは捕まってしまうので、よしとはしないこと。動きそうな気配に足が反応できるようにしておくこと。雰囲気で察知できるようにしなければいけません。そのためには間合いができたら失敗、その前に反応を意識して何度も失敗する必要があります。ステップ2、竹刀を持ってこの練習で意識することは、距離プラス打たせない形、足と手両方意識するっていうことですね。こちらも秒数は仲間と合わせて決めていくのがいいと思います。次は竹刀もうまく使って相手に打たせない動きの練習です。元立ちはまだ打たなくていいです。大事なのは距離を空けさせないことの確認、守るための正しい竹刀の位置の確認です。後でこの時打てちゃうかもと元立ちの人が教えてあげて、お互いに反省するとどんどん上手くなると思います。動画に撮って確認するのもとっても効果的です。先ほどの雰囲気の話につながりますが、
この拳と拳が触れているここの力のかかり具合と動き始めの気配から打ってくる瞬間を察知する。察知です。これを判断するのにおそらく1秒も猶予はないです。察知した瞬間に体が動いているという状態を目指します。3、打たせない練習。実際に打ってくるものに対応してみましょう。これも先ほどと同じように秒数は皆さんで決めていただいて大丈夫です。絶対守りきらないといけない時の心構え。試合の時絶対に守りきらないといけない場面においては、もしクリーンにスマートにできずに一度反則を取られてしまうことがあっても動じないくらいの気持ちを持つことも大切です。そこを気にしてしまってどっちつかずの判断をして打たれるっていうのが一番ダメですね。守るなら守る。徹底しないとダメです。どうしても打たれたくない場面や時間帯においては、最悪一度反則を取られることには覚悟しておくことも大切です。反則行為をしに行こうと言っているわけではありません。一つでも反則をもらえばその後戦いにくくなってしまいますからね。しかしうまくルールを破らない程度にやっていても、試合の流れや審判の方の判断によっては取られてしまうこともあるからです。動じない、動じない。これらのシールド1、2を通して結構簡単そうにやっているように見えるかもしれませんが、意識したことのない方からすると初めはやっぱり難しいし、これで合ってるのかなとか思ったりすると思います。迷ってしまったらまたポイントを見て徹底的に練習してみてください。失敗した時は今油断しちゃったなと振り返ってまた練習をしてみましょう。ルールを踏まえた立ち回り方。つばぜり合いを切る、解消するタイミング。一呼吸3秒目安となっているので、長くても3秒で分かれるか引き技を打つかしないといけない。さっき紹介した練習では動きの反復練習なので3秒よりも長い時間で行いましたが、実際の試合は1回のつばぜり合いは3秒です。打つ意思がなくずっとくっついているようなことをすれば反則を取られます。ここから僕の感覚ですが、目安としては1回のつばぜり合いの中で相手が引き技を仕掛けてきたらシールド1、2を使って対処する。1回対処したら切る。引き技を打つか下がるか。こんな感じがいいと思います。離れる意思がないまま一度のつばぜり合いで2回も3回もシールド1、2を使っていると時間空費、ただ時間を稼いでいるなと判断され反則をもらいやすいです。あとは毎回相手が打とうとするのを待つんではなくて、自分から技を出したり切ったりというのも混ぜて自分の積極性をアピールすることも大切です。ただ逃げているだけじゃないよというような、例えばコロナの暫定ルールが終わってつばぜり合いの目安が仮に10秒になったとしても、打つ意思がなくずっとくっついているようなことをすれば反則を取られます。これは変わりませんね。切るところ要注意。前を切るところにも注意しなければいけないところがあるので説明してみようと思います。相互に分かれようとしているところに技を出さないというものがありますが、普通に考えればこういう時に技を出さないで潔くお互い別れましょうということだと思えます。普通これでいいんですが、気を抜いてはいけないというお話です。相互にという文言が
気をつけなければいけないところかなと思います。相互にの場合は打てません。でも勝手にの場合は打ててしまいます。例えばこのようにお互いに気持ちを合わせて離れようとしている場合、ここを騙すように打つことは有効打突と認めない、あるいは反則という形で処理されます。でも自分は相手と気を合わせて下がっているつもりが、審判員に自分だけ勝手に下がっているように判断された場合、相手からすれば打突の好機となり、打たれれば一本になってしまうことがあります。別れ際にもし打ってくることがあれば対応できるように気持ちと体を準備しておきましょう。狙っている相手と切る際のポイント、打ってきそうならすぐ詰めることを頭に置きながら、様子を見ながら少し引く。中心を取りながら下がる。一気に距離を空ける。こちらが積極的に切ろうとしているのにずっとついてきたり、別れ際だけをしつこく狙ってきたりするようであれば相手に反則がいくと思いますが、取らない審判もいますので対応できるようにしておきましょう。個人的に本来のこのルールの目的はコロナの感染拡大を防ぐとか、お互いの安全のためにとか、コロナ禍でもそれ以前から日々頑張ってきた人たちに試合の場をなんとか作れないかとか、そういう目的だったと思ってるんですけど、だからそういうルールの抜け穴みたいなところを狙うのってどうなのよって感じる方もいると思います。でもその一辺でもお話ししたように、全県連は引き技を禁止しなかった、相互にという文言が入っていること、この2つから考えるに、短い時間であっても至近距離での攻防や引き技を残す。引き技の技術や攻防は技術向上のために必要だという意思が伝わってくるように思えるんです。僕は勝手にそういうのいいなと感じてしまいました。昔はこういうの普通にあったからイメージできる人もいるかもしれないけど、今のルールから始めた人はこの説明したような部分に気をつけるという意味で気を抜かないを捉えてください。はい、いかがだったでしょうか。これしとけば打たれないなと、自分が何をすればいいか分かっていれば、これした上で打たれたらもう仕方ないなとか、そういう心が作れるし、あとはもうそれ以外の部分は積極的に狙っていけますよね。仮につばぜり合いから引き技を打たれなくなるレベルというものがあるとして、こうやって0から100までとしましょう。今回の内容を身につければ、つばぜり合いから引き技を打たれなくなるレベルは控えめに言って60ぐらいにはなるでしょう。0だった人が60身についたら、これは大変なことです。もう激変です。ある程度の相手には打たれなくなり、自信を持って戦えるようになるでしょう。だって引き技レベル70以上の人があんまりいないんだから。では残りの40はあなたのオリジナルです。今回の動画の内容は誰でもできることで基本的な内容です。僕が一つの動画で細々全てお話しすると何が言いたいのかよくわかんないものになっちゃうので、苦手な人からするとまずどこから頑張ればいいのかわからなくなっちゃうと思うんです。今回の5本の引き技シリーズでも網羅しきれないものはあります。今後別の機会に動画にするとします。しかし60まで身につけた人は61が見えるんです。次はこれができた方がいいなって。つまり土台となる技術や知識を僕の動画からきっかけとして得て、試合や稽古で試すことを重ねて、たくさん成功と失敗を繰り返していくうちに、僕が一つの動画に詰め込みすぎる説明をしなくても皆さん勝手にたどり着くということです。試していく中でそれぞれの体格、性格、得意不得意、身体能力、分析力に合わせて変化させていくのが剣道の面白いところだと思うんです。もうちょっと筋トレが必要だとか、
犬の言ってたことにプラスでこういうことすると自分にはいいなとか、打っちゃえばいいやとかさ、新たな発見や楽しさ、身近な剣道仲間と共有したり一緒に考えたり、そういう一番楽しい場面が皆さんに訪れると思います。そんな時お互いに同じ土台を共通理解している方が話早いですよね。いいと思ってくださった方はぜひお近くのお仲間に僕の動画を共有してください。僕の動画を、チャンネルを近くの仲間と一緒に剣道を楽しむ材料にしてください。レベルアップする材料にしてください。打たれる場面が今までより減れば試合時間は長くなり、自分が攻撃する、チャレンジするチャンスが増えていきます。個人戦では打たれなければ負けはないし、団体戦でも打たれなければ次の人につながります。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。